尋常、もうちょっと冷静です。もうちょっと、はい。こんな、やばいです今、ホルモンが。それは良かった。ホルモンの乱れが。嬉しい。私もずっとやってたり。ストリートピアノとかで弾くのって演奏するなんて初めてなの。めっちゃ温かいお客さんでもめっちゃ嬉しい。桜でしょ。呼んじゃダメだ。呼んじゃダメ。呼んでない。ね。お忍びで。ありがとう。じゃあもう一曲いきましょうか。カメラ大丈夫。
によろしく伝えて。ありがとうございます。ねえ、本当にありがとう。またやろう。またやりましょう。またやりましょう。すごい楽しかった。はい、よかった。生きよかった。ねえ、皆さんこんな時ありがとうね。嵐のような現実夢だったよ。あの10分15分間は夢だったのでしょうか。もともとそのなんで私の動画を発見してくださったんですか。これはね、流れてきたのよね。そうなんですね。YouTube とか YouTube か Twitter かね。ハッシュタグかなんかで自分の曲を流れてくるじゃないですか。ああいうのでこう、ではなんか面白いなっていうものもあったりなんか、その中でズバ抜きとかわーと思って面白いと思ってドキドキ感ってまたいつものコンサートがいつものライブと違うドキドキ感なんじゃないかなってすごく思いました。でちょっと絡んでいったら反応がすごくて、なんの熱量がなんとかもうなんちゃんのこと大好きみたいなファンの皆さんがすごいなと思って、でも本当に皆さんのおかげもありますよね。そんなのっていうすごいその表情に寝れなかった。いいすみません、あと音楽がね、楽しいからね、音楽で自分のやってることでパワーがありますので、循環で与えるからまたリスナーの皆様がまた元気をくれる、パワーをくれるというかね、そうそれでありがとうっていう気持ちでまた演奏するとかね。大阪ライブの時に最後に MC で練習してきて言ってた。また練習しますって言ってて、それがなんかすごい素直な表現というか、まどろっこしくなく、本当にストレートに、確か私もこういうことだと思って、なんか練習してよかったって思うから、練習に向かうんだなっていうのをなんか改めて感じて、MC で。毎日ね、遊ぶ時間を削っての修行してたでしょ。修行しないと入れない。そういうのが染みついてて、でも私修行かなと思うの、この人生。毎日ね、何時間か音楽に向き合うという時間も遊びよりも先にやらなきゃいけないでしょ。で、子供の頃はやっぱ遊びが一番だから、でもそれを差し置いて将来のことにかけてるわけです。そうですね。子供の頃なんて将来の投資なんてわからないじゃない。今の遊びじゃない。だけどそれをやり続けたわけでしょ。で、大人になってからよかった。確かに。今思えば、そういうことなんだなって。その習慣がついて、努力できる人でもチャンスをつかめるって、また一握りじゃないですか。そうですよね。それは本当にもうちょっとあると思ってます。周りの環境もあると思うので。なんかで
も熱量がね、毎日毎日やることで一番熱量が私多くなるんですよ。期間でガーッとやるよりも、もうずーっと回っていくっていうこの熱量が人を巻き込んでいって緩いかもしれないけど、習慣になってると逆にやんないと怖くなる。そうたまに旅行とかでやんない時あるし、ちょっと怖くなる。そうね。私も同じ。そうですよね。同じ。だけどなんか何かこの間も言いましたけど、ピアノを聴いた時に、なんか一夜漬けじゃない、その長期間にわたるしっかりとした礎がある人なんだなっていうのはやっぱり感じたから話が合うんじゃないかなと思った。本当です。本当にその言葉が報われる。報われる。本当に。わかる。報われる。見えない部分にすごい膨大なる取る時間見えないから普通はやりたくないから見える部分だけキラキラさせたいじゃない。館内のあそこのピアノの周りに集まってくる人たちが私ねいない集まってこなければいいなと思うんだけどそうはいかないんだろうなと思って無視される自分を体感したい。逆に？じゃあちょっとそしたら私成長すると思うわけ。実験ですね。これは大見さんのそう心も実験ですよ。わかんないどうなんだろう。本当にわかんないです。そうなんだよね。本当に全然人来ない時めっちゃいます。もう本当にもうただ一人でピアノと向き合って本当におじいちゃんとかがニュートラルに戻れるいいチャンスをいただけたなってすごく思う。誰も来なきゃいけない。その可能性こっちがドキドキしちゃうんですね。その可能性あるはありますね。顔が来た。誰も煽ってないよね。何も煽ってないよ。何も何も告知してないですからね。それがいい。それがいいと思う。ありがとう。チャンスをいただいてありがとうございます。